歩く時の理想的な足の動きというのは、実は骨格構造上決まっており、その足の動かし方を手に入れれば、大抵の足の疾患は改善すると言えます。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回のテーマは歩き方なんですけど、足の基礎の基礎ですね。足ってこう動かすべきなんだよという話をちょっとお伝えしたいんですね。で、なぜかというと、YouTube のコメントなんかにもたまに上がってくるんですけど、YouTube のコメント私見てますよ。返事はちょっと返すのがものすごい多いんで返せてないですけど、きっちり見て、それに基づいて動画の内容なんかも考えてますんでね、いろいろコメント入れてくれると大変助かるんですが、私が提唱しているゆるかかと歩きっていうやつがあるわけですけど、本当にこれがいいの？いろんなとこでいろんな種類のいい歩き方が出てて、これがいい、あれがいいって言ってるけど、本当にいいのっていうふうに言われることがあるわけですよね。もっともやと思います。それは私が皆さんの立場でもそうやとは思うんですけどね。私の場合は実際に本当にその歩き方で外反母趾が改善するっていうデータを持ってるっていうのが一番証明にはなるんだけど、それ以外で言ったら、足って本当は骨格構造上こう動かさないといけないっていうのがもう決まってるっていう話なんですね。だから正解も何も足ってそう動かすもんで出来上がってるっていう、その話を今日ちょっとお伝えしたいんですね。で、それをちゃんと理解できると、なんでゆるかかと歩きで治るのかとか、なんでゆるかかと歩きにしないといけないのかっていうのがよく分かっていただけると思うんですね。では内容です。まず正しく歩くときには、足って2つの形を行ったり来たりするんですけど、その正しく歩くときの2つの形についてですね、その具体的なそれを使った足の運び、そしてその歩き方をどう崩してしまう人が多いのかについてです。今回の動画をご覧になることであなたは足の骨格構造上の正しい動きというのを理解することで、ゆるかかと歩きというのを納得して習得することができるようになるでしょう。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善、姿勢改善の専門家でもあります。できれば世の中に誤解も多いので、正しい情報とか有益な健康情報を広めたくて YouTube を始めたんですが、この動画が拡散されていくかどうかは、皆さんが高評価ボタンを押してくれたり、チャンネル登録をしてくださると、それが評価されて広がるようになってあるみたいなんですね。ですから、これ見てて、いいなとか、これは皆さんが知るべきやなと思っていただいた方は、ぜひとも高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまず足の正しい動き、2つの形を行ったり来たりするという話を冒頭でちょっとお伝えしましたが、その話からですね、私も足の勉強する前っていうのは、足の骨ってずっとそのままの形でずっと歩いてるんだろうな、2本あるしこのままこう使ってたら歩けるんだろうなと思ってたんですけど、実はどうやらそうじゃなかったみたいなんですね。結論から言うと、手より細かい動きをずっと足はしてるんですね。2つの形を行ったり来たりするんですが、詳しい説明は今からするんですけど、先に言っとくと、この2つの形を便宜上硬い足と柔らかい足という言い方をしておきますね。本当は正確に言うと、硬い足のことを開外スピネーションというふうに言うんですが、柔らかい足のことを開内プロネーションと言うんですよね。で、ただプロネーションとか開内っていうともうとっつきにくいしややこしいし意味もわからないと思うので、私も指示したことある水口義孝先生が言い換えてて、それを開外のことを硬い足、開内のことを柔らかい足というふうに言ってて、そっちの方がピンときやすいのでね、そっちでちょっと今回は説明していきましょう。じゃあなんで硬い足と柔らかい足っていう2つの足の状態を歩くときに行き来して歩いてるかというと、メインは硬い足でやってほしいんですよね。硬い足っていうのはどんな感じかというと、こんな感じですね。これが骨組みがガチッと締まってて、この状態が足として安定している状態なんですね。力も入りやすい。だから歩くときはメインはこの状態で歩いてほしいんですけど、唯一問題が起きるのが着地の時なんですね。着地の時この状態のままだと骨ががっちり組み上がってて丈夫がゆえに衝撃がもろで上に行っちゃうわけです。直通で。だから人間の足ではうまいことなったんで、着地の衝撃を上に行く前に足でちゃんと逃がせるように、着地の瞬間だけね、この骨の結合が緩んで足自体で衝撃を吸収できるようになってあるんですよね。誰が考えたんか知らんけどうまいことになってますよね。ちなみにこういう機構を持っているがゆえに、レオナルド・ダ・ヴィンチは昔、足は人間の体の中で最も優れた芸術品やでみたいな話を、やでとは言ってないですよ、しようけどねって言ったんですって。それぐらい精密なもんなんです。ちなみに形こんな感じね。こんな感じで骨が緩んでるんです。着地の時だけ緩んで、あとはずっと締まってっていうのを繰り返して歩いてるんですよね。これが足の基本中の基本なんです。
だからメインは硬い足。ただし着地の衝撃を抜くためにその時に足は柔らかい足、ぐにゃぐにゃの足、骨組みががっちりしてない足に変わってる。これを繰り返して歩いてるっていうことをまずご理解ください。これが足のことを理解する一丁目一番地ですね。で、この前提にのっとってない歩き方とか、この前提にのっとってない足の治療っていうのはもうあんまり意味をなしてないわけです。この歩き方をどう崩したらあかんのかとかいう話が足のメインな話になってくるんでね。では具体的な動きについてなんですけど、じゃあこの硬い足と柔らかい足ってどうやったらできるかというと、簡単に言えば足を内に体重乗せる、土踏まずを潰すような感じで親指母指球側を踏みしめると、足っていうのはこの柔らかい足になるんですよね。でそれに対して外側を踏むような感じに持っていくと足は硬い足になるんです。なんか外側持っていくっていうと特別な感じするかもしれないですけど、土踏まずというものがそもそもあるので、土踏まずを潰しているということがイレギュラー、通常ではない。で、土踏まずのある状態、要するに外に乗った状態ですね。これが通常、レギュラー状態っていうふうに思ってほしいんです。それを繰り返すんですけど、具体的な足の動きで言うとこんな感じになりますよね。着地の瞬間だけ内側踏む感じで、足を下ろした時の、勢いとか動きもあって内体重になる。でもほとんどが外になると硬い足になる。で、着地の時だけ内踏んで柔らかい足になる。っていうのを繰り返すんですよね。だからこの動きが足の基本中の基本の動きだと思ってほしいんです。で、ここでまず分かっていただきたいのは、ということは歩く時はほとんど足は外踏んでるのが普通ですよってことなんですね。今の動きが普通だとすれば。じゃあ内踏むタイミングっていうのはいつかというと、着地の瞬間だけってことなんです。その前にそもそも足っていうのはずっとだから内とかずっと外とかではないということなんですけど、足ってこう交互に動くから重心っていうのはそれは内と外も前と後ろもいろいろ変わっていくんですけど、大半が外に体重が乗っている状態が普通だということですね。これがまず1点。で、あともう1点はこれ単純な内と外じゃないというのはちょっと覚えておいていただきたいんですけど、なぜかというと歩く時は右足が前になる時は左足が斜め後ろって言ってこういう状態じゃないですよね。ですから立体で考えないといけないんで、単純に外内というよりも外の後ろとかね、そういう感じ、こういう風な感じになるっていう風にちょっと覚えておいてください。だから皆さんがもしも自分で歩き方やるときになんか言ってたから外内ってやると、それはちょっと大雑把に言ってるだけで正確ではないと思っておいてくださいね。じゃあそんな歩き方、じゃあ内外そういうの歩き方どうやったらそれになるのっていうと、その状態をその時は膝がどっち向いてるべき、その時は股関節はどっち向いてるべきが、このタイミングでは足はどっち向いてるべきとかっていうのを全部設計して組み立て直したのが、それが私が提唱しているゆるかかた歩きってやつなんですよね。ですからゆるかかた歩きっていうのは本当は特別な歩き方というより、足の骨格構造上から考えられたこう足を動かすべきという歩き方なんです。だから本当は私が体操の名前つけるほどでもないんですけどね。でも実際それを表すものがないから私が名前つけたみたいなところはありますけど、足の本来持って生まれた自然な歩き方というふうに言ってもいいと思います。ではそれをどう崩すのか、どういうふうな間違え方をしてしまうのかっていうやつですけど、ほとんどの間違え方としたら、内に踏んだまま、要するに柔らかい足のままずっと歩いてるという人が最近すごく増えてるんですね。一説によると日本人で言ったら全体の7割ぐらいはそれだっていうふうに言われてるんですけどね。程度の違いこそあれ。で、ずっと内っていうのは具体的に言ったらこんな感じになってますね。本来こう着地した時だけ内で次外に行かないのが、内踏んだまま次っていうふうに行きますよね。この柔らかい足になりっぱなし。柔らかい足っていうのは最初に冒頭で説明した開内ってやつですけど、開内しっぱなしの歩き方のことをオーバープロネーションっていうんですね。この状態がベースなんです。このオーバープロネーションというのが足の病気の黒幕で、この状態から例えばグッと強く蹴っちゃったら外反母趾になるとかね、前のめりでグーッと足の裏の筋膜をこう引っ張っちゃったら足底筋膜炎になるとかね、擦るように歩いたら魚の目になるとか、例えばちょっとその状態で横幅の狭い靴履いたらモートン病になるとか、オーバープロネーションベースプラス何かっていうのがほとんどなんですよね。私もそれは数えたことはないですけど、実感で言えばもうほんまに足の病気の8割から9割ぐらいオーバープロネーションが噛んでるんじゃないかな。なぜかというと、オーバープロネーションというのはさっきも言ったように柔らかい足のまま歩いちゃってるってことだから支えられないんですね。支えにくい状態、ぐらつく、変に力を入れる、それで障害になる、柔らかい、衝撃に弱い、ガンガン蹴る、衝撃で形が変わるとか、そういうことなんです。
だから皆さんはこの先ほどお伝えしたようなメインの足は外側踏んでる。で、その状態がメインで着地の時だけ内側に踏んでる。要するにこれをユールカカタリと言ってますが、それを取り戻すことでそういう障害を片付けていくというか、その障害がなくなっていくっていう風な治し方を私たちはしているということですね。いかがでしょうか。今回お伝えしたかったのは足の基礎のとこなんですね。だからなんでゆるか肩歩きをするべきか。足って骨格構造上これが普通だから、これが本来だからということなんです。だからまた今度違う動画でもお伝えしますが、柔らかい足の状態の人って体力入りにくいから、内体重でずっと歩いてる人とか動いてる人ってものすごい疲れやすいんですよね。だから当然いろんな疾患出ますよ。それに対してちゃんとした歩き方してる人は体に力も入りやすいし、それでいて衝撃もちゃんと内に踏んで衝撃逃がすタイミングもあるから衝撃も逃げるし、めちゃめちゃ体全体が楽になるんですね。こういう情報が早く本当に広まったらいいのになと思ってます。ぜひ皆さんもまずこの情報を取ったのを踏まえてゆるかかた歩き取り組んでみていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。